セーシェルちゃん、こんなところでどうしたの？うーん、そんなことないと思うよ。セーシェルちゃんの言う通り、僕も進んでないと思うよ。そうだね。失敗したら大変だね。でもそんな時はみんなに責任を押し付けちゃえばいいよ。うふふ。セージェルちゃんのせいにはしないから安心してよね。でも僕は会議が進まなくても全然構わないんだよね。ああやってみんなでワイワイいられるだけで楽しいし。僕、こう見えても苦労した時期があったんだよね。だから今はみんなが楽しそうに話しているのを見るだけで、僕も仲間に入れたような気がして、とっても楽しいんだ。それに、いつかはこの学園も。うん、なんでもないよ。僕、昔は友達が少なかったんだよね。だから、この学園に来て友達がいっぱいできるといいなーって。じゃあ、セイシェルちゃんも僕の友達になってくれるかな？よかった。たまに僕が友達になってって言うと、微妙な顔をする人もいるんだよね。そうかな？うふ、セイシェルちゃんは面白いな。そうかな？え、そう？どうしてそう思うの？うーん、セイシェルちゃんは素直な子なんだね。ふふふ。なんか
あったかいところの人だなって感じがするよ。僕の家はとっても広くてとっても寒いんだ。へえ、なんだか羨ましいな。寒いよ。真冬には凍ったバナナで釘が打てるからね。凍るよ。とっても寒ければね。家から車からみんな凍っちゃうから大変なんだよね。まつげが凍りついて目が開けられなくなったりもするよ。もう慣れたけどね。降るよ。それはもう目いっぱいね。雪はただ白いだけだよ。すべてを覆い尽くすほどの白ってああいうのを言うんだね。あ、でも綺麗なものもあるかな。セイシェルちゃんはダイヤモンドダストって知ってるかな？あはは、宝石のダイヤモンドとは違うんだけどね。よく晴れた日にね、空中に小さな氷の塊がキラキラと漂うんだ。宝石のダイヤモンドの粒がふわふわ浮いて、キラキラ光っているみたいなイメージかな。ふふふ。セイシェルちゃんも僕のところに来ればきっと見れるよ。ただし、ダイヤモンドダストが見られるのは基本的にマイナス10度以下の寒い朝だけだけどね。正確にはマイナス10度以下だよ。おや、セシルちゃん。こんなところでロシアと相引きかい？そういうことなら、お兄さんも仲間に入れてほしいな。ああ、俺も一緒にパスタの話をしようよ。
イタリアン。別に俺たちもパスタの話はしてないよな。そうだっけ？まあいいや。よく聞いてくれて、セイシェルちゃん。お兄さんたちはパーティーに飾り付ける花について検討中さ。せいちゃんはどんな花を飾ったらいいと思う？バラ。ねえ。お兄さんも花自体は大好きなんだけどね。特にお兄さんみたいな美形にはよく似合う高貴な花だしね。まあ、君という花があれば、パーティーは十分華やぐけどね。うん。俺もパスタと女の子がいれば、あとは何でもいいよ。うん。ボンゴレでしょ、アラビアータでしょ、ペスカトーレでしょ、ボロネーゼ、ジェノベーゼ、カルボナーラ、ペペロンチーノ。あった、そうだった。あ、ついでにロシア、お前さんはどうだい？僕はやっぱりひまわりがいいな。ひまわりね。パーティーの花としちゃちょっと斬新すぎる気もするけど、意外に悪くないかもな。俺もひまわり好きだよ。昔スペイン兄ちゃんにひまわり畑に連れて行ってもらったんだ。一面色なんだよ。僕も見てみたいな、それ。ひまわりね。パーティーの花としちゃちょっと斬新すぎる気もするけど、意外に悪くないかもな。あれ、ロシアなんか機嫌いいね。どうしたの？僕もひまわりがいいなって思って。ひまわり2票か。意外に人気だな。まあ、君という花があれば、パーティーは十分華やぐけどね。うん。俺もパスタと女の子がいれば、あとは何でもいいよ。ありゃりゃ、釣れないね、セイシェルちゃん。ひまわりって言うと、スペイン兄ちゃんを思い出すよ。ああ、そうだったな。あいつのところにはひまわりがたくさんあったな。ひまわり畑は辺り一面黄色なんだよ。綺麗だったよ。僕も見てみたいな。
さて、これ以上2人の邪魔をするのも野暮だしね。お兄さんはそろそろ退散するよ。俺もっとせいちゃんとおしゃべりしたい。いい加減に戻らないとドイツの怒りが爆発するじゃない。それは嫌。じゃあそういうことで応募はひまわりはとても素晴らしい花なんだ。ひまわりの種はね、いざという時の食料にもなるんだよ。さらにこの種から食用油も取れるんだ。僕たちの食卓には欠かせないって感じかな。あ、もちろん花も大好きだけどね。いつかあったかいお日様の下でひまわりに囲まれて暮らすのが僕の夢なんだ。変かな。セーシェルちゃんにそう言ってもらえて安心したよ。そうだね。あ、そろそろ僕行かなきゃいけないところがあるんだ。